皿操縦、時を同じくもみじして冷気が加わり日増しに寒さが身にしみる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私が住んでいるこの辺りはちょうど今紅葉が見頃になりました。せっかく天気のいい日が続いてますので、たまにはね、休日を使って自転車で近くの山へもみじ狩りにでも行こうかなと思っている次第であります。それでは本編をどうぞ。こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日は出世魚で有名なブリをさばいていきたいと思います。そして後半ではそのさばいたブリを使ってブリの梅照り焼きを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身の作り方を解説を交えながらご紹介しています。最新情報のお見逃しがないよう、よかったらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、では始めましょう。今回のブリはですね、地元で水揚げされた 7.4 キロという巨大な天然物になります。それでは久しぶりにやっていきたいと思います。皆様どうぞご唱和ください。さあ、さばいていきましょう。本日も怪我のないように集中力を高めて一気にさばいていきたいと思います。まずはエラを外し、そして腹を割って内臓とともに取り出していきます。ブリはですね、スズキ目アジ科に属する海水魚で、日本では古くから親しまれてきた魚です。成長段階によって名前が変わる出世魚というのは皆様ご存知だと思うんですけれども、関東ではですね、ワカシ、イナダ、ワラサ、ブリなんて呼ばれたりしてます。日本の近海、特にですね、北日本から南にかけて広く生息していて、冬の時期、いわゆる寒の時期に脂が乗って美味しくなるので、寒ブリって言われているのはご存知の方多いかと思います。今回はですね、まん丸の天然のブリをいただきました。ブリの平均サイズは5キロから8キロぐらいって言われてるそうなので、十分に大きなサイズですね。中にはですね、10キロを超える、さらにはですね、20キロ以上のモンスター級もいるそうです。ぜひ一度さばいてみたいものです。エラと内臓を取り出したらですね、後で水洗いするときに血合いがよく取れるように中骨に沿って包丁を入れておきます。そして私の場合はここで頭とカマを落としてしまいます。ブリはですね、刺身はもちろん塩焼きや醤油漬け焼きなどの焼き物としてだったり、照り焼き、あとブリしゃぶなど様々な料理に使われて、その美味しさから高級魚として扱われています。うちの店ではですね、その他にブリの唐揚げだったり、あとはブリの煮付け、いわゆるブリ大根ですね。そして今回お作りする梅の照り焼き、これも非常に人気があるので、よくお客様に提供しております。はい、ここでですね、細い木を束ねた笹と呼ばれるもので、きれいに血合いを取っていきます。もしない場合は、竹串なんかをですね、束ねて輪ゴムで留めて代用しても結構です。さあ、では三枚おろしにしていきましょう。いつものように腹、背、腹でさばいていきます。皮に鱗が残っている場合がありますので、包丁はこまめにタオルで拭きながら使うようにしましょう。腹に包丁を入れたら
返して、次は背の方に包丁を入れていきます。ここでですね、天然のブリと養殖のブリのいいところ、悪いところを説明したいと思います。まずですね、天然のブリ、今回もらったものですね。養殖より価格を抑えて手に入れることができる。これがまず一つ目。それからですね、自然の環境で成長するため豊かな風味を持っている。特に先ほど申し上げた寒の時期のブリは脂がよく乗っているので旨味が強い。あとですね、天然のブリは適度に運動をしているので身が引き締まっていてしっかりした食感を楽しめます。反対に天然ブリの気になるところなんですが、まず鮮度が落ちるのが早いというところですね。うちでもですね、仕入れたその日は綺麗な色をしているんですが、1日冷蔵庫に入れておくと血合いの部分が黒ずんでしまい、味自体には問題ないのですが、見た目が悪いので刺身として提供しづらいというデメリットがあります。あとはですね、やはり天然なのでいろいろな餌を食べたり、その環境に依存するためにですね、脂の乗りに個体差があるという点が見受けられます。これがですね、養殖ブリですと個体差があまりなく安定して脂が乗っています。この安定しているというのが養殖ブリにとっての最大の強みでありメリットであります。これに関してはあくまで私個人の見解ですのでご参考にしていただければと思います。はい、これでですね、腹、背、腹まで包丁を入れて三枚おろしが出来上がりました。中骨はいつものように一口大に叩いて煮付けなどにします。塩焼きにしてまかないにしたりもします。とっても美味しいですよ。そしてこちらの頭とカマはですね、かぶと焼きとしてうちのメニューで提供しております。これはもう言わずと知れた人気メニューです。さあ最後、腹骨を取っていきましょう。あとですね、次週切り身にして、そして焼き物にしていきたいと思います。ちょうど1年ぐらい前にですね、このブリを使ってブリ照りの作り方の動画を上げてますので、よかったらそちらも見てください。で、次回はですね、冒頭でも申し上げましたが、梅照り焼きを作ろうと思っております。作り方はブリ照りとほぼ一緒です。シンプルに梅干しを混ぜるだけです。でもね、酸味が入ることによって味が全く違うんですよね。ちょっと品のある味というんですか、照り焼きももちろん美味しいんですけれども、梅が入ったことによってですね、爽やかかつ甘みがあるので、ご飯のおかずとしても最高にいいですし、またお酒のおつまみとしてもバッチリ合う素晴らしい調理法ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。この腹骨、通称ガンバルと言いますが、これもいつも言っていることなんですけれども、捨てたらもったいないところなんですよ。腹の骨ですので、当然脂の乗った身がついているわけです。なので塩焼きしたり
炙ったりすればもうそれだけで十分お酒のおつまみとして食べることができます。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おっす。